今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。謎が深まり、スリリングな展開が織りなす物語で、心を静かにしながら眠りに誘います。この動画はミステリーサスペンスジャンルです。オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。時計塔の秘密。1912年のある霧深い夜、ロンドンの象徴であるビッグベンの時計塔が薄暗い霧に包まれていた。その静寂を破ったのは、巡回中の警備員の悲鳴だった。塔の中で、一人の時計職人が無残な姿で倒れているのが発見された。彼の名はジョナサン・フィリックス。彼は年老いたが優れた時計職人であり、その技術はロンドン中に知られていた。しかし、その彼が死んでいる姿は誰も予想しなかった。最初は自然死と思われたが、職人の手には奇妙なメモが握られていた。その内容は暗号のようで、ただならぬ事態を予感させるものだった。メモには、7、11、3、M と書かれていた。ジョナサンの死に不信を抱いた警察は、捜査を開始することを決定する。ジョナサンはただの時計職人ではなかった。彼は著名な発明家でもあり、その最新の発明が行方不明であることが判明した。警察は事件の裏に大きな陰謀があると睨み、この謎を解くため、名探偵、エドワード・グレイソンを呼び出すことにした。エドワードは冷静沈着で、数々の難事件を解決してきた名探偵である。時計塔の陰で何が起こっているのか、エドワードの調査が始まる。霧に包まれた時計塔の中で、エドワードは真実を求めて第一歩を踏み出すのだった。エドワード・グレイソンが時計塔に到着すると、警察が現場を厳重に封鎖していた。彼は警部から状況を聞き出し、現場の状況をじっくりと観察する。ジョナサン・フィリックスの体は硬直し、その手には、7、11、3、M と書かれたメモが握られていた。エドワードはこの暗号が何を意味するのか、直感的に重要な手がかりであると感じた。彼はまず、ジョナサンの工房を訪れることにした。工房は時計塔の地下にあり、精巧な機械と工具が所狭しと並んでいた。ジョナサンが日々の仕事に使っていた机には、未完成の設計図が広がっていたが、その中に重要な設計図が欠けていることに気づく。ジョナサンが最近取り組んでいたという革新的な時計の設計図が見当たらなかったのだ。さらに調査を進めると、ジョナサンの仕事仲間から彼が最近非常に神経質になっていたという話を聞く。彼の家には頻繁に謎の人物が出入りしていたという証言もあった。エドワードはジョナサンの私生活にも目を向ける必要があると感じる。しかし、その前に、この暗号を解読する必要があった。エドワードはジョナサンの過去の記録を丹念に調べ上げる。彼が関わったプロジェクトや書簡を一つ一つ確認し、暗号の手がかりを探る。彼の鋭い推理力は次第に真相に迫っていく。ジョナサンの死の裏に隠された秘密が徐々に明らかになり始めるが、それはエドワード自身も予想しなかった深い闇を含んでいた。エドワードはジョナサンの同僚や友人たちから情報を集め始めた。彼らの多くはジョナサンが最後に取り組んでいたプロジェクトについて多くを語れなかったが、いくつかの興味深い証言を得ることができた。彼の同僚たちは、ジョナサンが最近非常に警戒心を強めていたことを共通して語っていた。特に、
彼が死の数日前に見知らぬ外国人を工房に招き入れていたことが分かった。時計塔の管理人は、ジョナサンがその外国人と何か重要な話をしていたと証言した。さらに、その夜には何者かが塔に侵入しようとした形跡が残っていたという。管理人の話から、エドワードはその外国人が事件の鍵を握っていると確信する。エドワードは、この外国人の正体とその動機を突き止めるため、調査を進める。彼はジョナサンの家を再訪し、隠された手がかりを見つけ出す。古い手帳やメモが次々と発見され、その中にはジョナサンの心情や不安が赤裸々に記されていた。彼が感じていた脅威とその源泉が少しずつ浮かび上がってくる。さらに、エドワードはジョナサンの友人や家族にも接触し、彼の人間関係を深掘りする。ジョナサンは一体誰と接触していたのか、その背景にはどんな事情があったのか。エドワードはその一つ一つを丁寧に紐解いていく。時計塔の陰で繰り広げられる謎は、徐々にその姿を現し始める。エドワードはジョナサンの残した暗号、7、11、3、M を解読するために、彼の過去の記録とメモを詳細に調べ上げる。彼が頻繁に言及していた古い時計の修復作業の記録に目を留める。この時計は、特定の時間に特殊なメカニズムが作動することで知られていた。エドワードは暗号が時計の数字を示していると推測し、それぞれの数字が何を意味するのかを解釈し始める。7、6、3、M。彼はこれが特定の日付と時間を示していることに気づく。M は月を指し、7、11、3は7時、11分、3秒を示していた。エドワードはこの時間が何かの事件や行動のタイミングである可能性に思い至る。彼はジョナサンの工房に戻り、指定された時間に合わせて時計塔の大時計を観察する。その正確な瞬間、エドワードの推理が的中する。隠された部屋への入り口が現れるのだ。その部屋にはジョナサンが開発していた失われたとされる発明品と、彼の日記が隠されていた。日記には、ジョナサンが感じていた脅威とその源泉についての詳細な記述が含まれていた。ジョナサンは、自分の発明が軍事目的に悪用されることを恐れていた。特に、彼を訪れた外国のスパイが発明品に強い関心を示していたことが日記から判明する。エドワードはこの情報をもとに、さらなる調査を進める。彼が感じる緊張感は一層高まる中で、事件の真相に迫る一歩を踏み出す。エドワード・グレイソンが発見した隠し部屋の日記と発明品を手がかりに、事件の真相が徐々に明らかになる。ジョナサン・フィリップスは、彼の発明が軍事目的に悪用されることを恐れていた。特に、彼を訪れた外国のスパイが発明品に強い関心を示していたことが、日記から判明した。ジョナサンの死の夜、彼と外国のスパイの間で争いが発生し、その結果、ジョナサンは命を落とした。エドワードは、この外国人がジョナサンを殺害した後、発明品を奪おうとしたが、何者かによって妨害されたことを突き止める。実は、その、何者か、こそが、ジョナサンの古い友人であり、彼の発明を守るために力を尽くしていたのだった。エドワードが警察と共にこの外国のスパイを追跡する中、彼は絶妙なタイミングで現れる。彼はジョナサンの発明品と日記を携え、実施することを選ぶ。彼の動機は、単に技術を独占することではなく、より大きな政治的陰謀の一部だった。彼は自国に持ち帰ることを試みたが、ジョナサンの最後の発明が世界に与える影響を恐れ、最終的には正義のためにそれを放棄したのだ。事件が解決し、
ジョナサンの発明品は公開され、彼の意志が尊重されることになる。エドワードは、この複雑な事件を通じて、真実と正義の間でしばしば存在する曖昧さを学び、探偵としての自身の哲学を深める。時計塔の影が再び霧に覆われる中、彼は次の事件へと向かう準備を始める。消えた飛行船と蒸気機関の秘密。1880年代のロンドン。蒸気機関技術の進化により、飛行船が空を舞う時代が到来していた。市民たちは最新鋭の飛行船、ビクトリア号の壮大な姿に目を輝かせていた。しかし、その飛行船が突如消息を絶つという事件が起こる。ビクトリア号には政府の高官や著名な科学者など、多くの重要人物が乗船していた。若き刑事、エリス・ホワイトはこの事件の捜査を命じられる。彼は卓越した推理力と冷静な判断で知られており、この事件の解決に期待が寄せられていた。エリスはまず、ビクトリア号の設計者であるロー博士に協力を依頼する。ロー博士は謎めいた微笑を浮かべ、エリスに一冊の古い文献を手渡した。この文献には、蒸気機関技術の秘密が記されている。これが手がかりになるだろう。エリスはその言葉に疑念を抱きつつも、捜査を開始する決意を固める。霧に包まれたロンドンの夜、エリスの心には燃えるような決意が宿っていた。ビクトリア号に何が起こったのか、その答えを求めて、彼の旅が始まる。エリス・ホワイト刑事は、ビクトリア号の発着場所である飛行場へと向かった。現場は警察によって厳重に封鎖されていたが、彼は特別許可を得て中に入ることができた。飛行場にはビクトリア号が残したかすかな手がかりが散らばっていた。彼は一つ一つの手がかりを丹念に調べ上げた。飛行場の管理人によると、ビクトリア号が消える直前に異常な蒸気の噴出があったという。その蒸気は通常のものとは異なり、青白い光を放っていた。エリスはその情報に興味を抱き、さらに調査を進めることにした。その夜、エリスは設計者のロー博士と再会した。博士はビクトリア号の設計図を見せながら、飛行船には特殊な装置が取り付けられていることを明かした。その装置は、蒸気機関の力を最大限に引き出すためのものであり、失踪の原因となった可能性が高いと指摘する。この装置は、かつて私が考案したものだ。しかし、それがどのようにして消えたのかはわからない。エリスは博士の話に耳を傾けながら、事件の裏に隠された巨大な陰謀の気配を感じ取った。彼は次なる手がかりを求め、ビクトリア号の乗船者リストを確認する。そこで、科学者のサラ・ハミルトンの名前を発見する。彼女は失踪した飛行船の中で何かを知っているに違いない。エリスは彼女に接触するため、さらなる捜査を続ける決意を固めた。一方、ビクトリア号に乗船していた科学者サラ・ハミルトンは、飛行船内で不可解な出来事に遭遇していた。飛行船が消息を絶つ直前、彼女は機関室で奇妙な音を聞いた。音の源を探るために向かった彼女は、機関室の隅で不気味に光る装置を見つけた。その装置は蒸気機関に接続され、異常な動作をしていた。これは一体？サラは恐る恐る装置に触れようとしたが、その瞬間、飛行船全体が揺れ、彼女は転倒してしまった。気がつくと、飛行船は深い霧の中に包まれており、周囲は静寂に包まれていた。サラは飛行船が何者かによって操られていることを直感し、その場を立ち去る。彼女は独自の調査を開始し、飛行船内の様々な場所を調べ上げた。
その過程で、サラは飛行船に隠された古い文献を発見する。その文献には、蒸気機関技術の秘密が詳細に記されており、飛行船を操るための装置の存在も示されていた。サラはこの文献を手に、飛行船から脱出する方法を探し始める。すると、不思議な現象が起こった。重たい風が吹き、サラは背中を思い切り押されるような感覚になり、思わず目を閉じた。恐る恐る目を開けると、そこにはロンドンの街が広がっていた。その手には、文献が握られたままだ。まるで自分が選ばれたような感覚になったサラは、飛行船の謎を解くために調査を開始した。サラが調査を進める中、彼女はエリス・ホワイト刑事と偶然にも接触する。エリスはサラから聞いた情報に基づき、飛行船失踪事件の背後に巨大な陰謀があることを確信する。二人は協力して真相を追求することを決意し、手がかりとなる装置と古い文献を手に、さらなる調査を進める。エリスとサラは、ビクトリア号失踪事件の真相を追求するため、ロンドン中を駆け巡った。彼らは飛行船に関する古い文献を詳しく調べ、その内容から重要な手がかりを見つけ出す。文献には、蒸気機関を遠隔操作するための秘密の装置について詳述されており、その装置がビクトリア号に取り付けられていたことが示唆されていた。この装置を使って誰かが飛行船を操っていたのね。サラの推理にエリスはうなずいた。二人はその装置の設計図をもとに、ビクトリア号の失踪場所を特定することに成功する。それはロンドン郊外の霧深い沼地だった。沼地に向かう途中、エリスとサラは何者かに尾行されていることに気づいた。彼らは尾行車を巻きながら、沼地へと向かった。そこには、ビクトリア号の残骸が静かに佇んでいた。彼らは慎重に飛行船の内部を調査し、蒸気機関に取り付けられた秘密の装置を発見する。その装置は、飛行船を遠隔操作するためのものであり、ビクトリア号失踪事件の真犯人がこれを使って飛行船を操縦していたことが判明した。さらに調査を進めると、装置には高度な技術が使われており、真犯人が国家間の争いに関与していることが明らかになる。この装置を作った人物を突き止めれば、事件の全貌が見えてくる。エリスはそう言い、サラと共に真犯人の行方を追う。彼らは飛行船の設計者であるロー博士に再度協力を求め、装置の詳細な分析を行う。ロー博士はその装置がかつて彼が開発したものであり、技術が悪用されていることに愕然とする。この技術が悪用されるとは、私の過ちだ。博士の後悔の言葉にエリスは決意を新たにし、事件の真相解明に向けて全力を尽くすことを誓った。彼らは一連の手がかりをもとに、真犯人の正体とその計画を暴こうとする。エリスとサラは、装置に刻まれた製造番号を手がかりに、闇市場で取引される技術を追跡する。その結果、彼らはロンドンの地下組織にたどり着く。この組織は国家間の緊張を利用し、軍事技術を売買していることが判明した。エリスとサラは、地下組織のリーダーである謎の人物、シャドウと対峙する。シャドウは、ビクトリア号を利用して新たな武器をテストしようとしていた。エリスとサラは、シャドウの計画を阻止し、ビクトリア号の乗組員たちを救出するために、最後の決戦に挑む。エリスとサラは、真犯人が蒸気機関技術を悪用して世界を支配しようとしていることを突き止めた。ビクトリア号に乗船していた高官や科学者たちは、真犯人の計画に必要な人材だったのだ。霧深い沼地で真犯人と対峙するエリスとサラ。真犯人は強力な武器を駆使し、二人を襲撃する。だが、エリスとサラは巧妙な連携で反撃する。
エリスの冷静な判断とサラの機転が功を奏し、激しい戦いの末に真犯人を撃退することに成功する。これで全て終わりだ。エリスは息を切らしながらつぶやく。サラも同じく、疲れた表情を浮かべながら微笑む。真犯人は逮捕され、蒸気機関技術を悪用しようとした計画は阻止される。ビクトリア号失踪事件の謎は解明され、世界は再び平和を取り戻す。事件解決後、エリスとサラはそれぞれの人生に戻っていく。しかし、二人は友情を育み、これからも困難に立ち向かっていくことを決意する。霧が晴れ、静かに広がるロンドンの街並みを背に、二人は新たな未来へと歩み出すのだった。事件から数ヶ月後、ロンドンの街は再び平穏を取り戻していた。エリスは刑事としての任務を続け、サラは科学者としての研究に戻っていた。彼らの友情は変わらず、時折連絡を取り合いながらお互いの近況を報告し合っていた。ある日、エリスのもとにサラからの手紙が届く。その手紙には、新たな発明に関する興味深い情報が記されていた。エリスは微笑みながら手紙を読み終え、新たな冒険の始まりを感じていた。また、面白いことが起こりそうだ。エリスはそうつぶやき、手紙を大事にしまい込んだ。彼の心には、サラとの次なる挑戦への期待が膨らんでいた。ロンドンの街は静かに夜を迎え、星空が輝く中で新たな物語が始まろうとしていた。霧の夜に消えた宝石。1920年代の霧深いロンドン。名門貴族ブラックウッド家の館では、華やかな舞踏会が開かれていた。夜が更けるにつれ、エメラルドの涙と呼ばれる美しい宝石がゲストに披露され、そのきらめきは人々の目を引いた。宝石の持ち主であるレディ・ブラックウッドは、その価値を誇らしげに語り、ゲストたちはその美しさに感嘆の声を上げた。しかし、その夜の静寂は突然破られた。突然の停電が起こり、館内は闇に包まれた。ゲストたちはざわめき、不安が広がる中、照明が戻ると、最も高価な展示物であったエメラルドの涙が忽然と消えていた。その瞬間、館内は混乱に包まれ、誰もが口々に話し始めた。誰かが盗んだに違いないわ。レディ・ブラックウッドは怒りと焦りを隠せずに叫んだ。彼女はすぐに警察に連絡し、事態の解明を求めた。警察の到着と同時に、館の門は閉じられ、ゲストたちはその場に泊まるよう命じられた。その中に一人、名探偵アレックス・マーストンもいた。彼は冷静に状況を見守りながら、この事件に対する興味を感じていた。アレックスは、ゲストたちの中にいるであろう犯人を探すために、静かに動き出す決意を固めた。彼の鋭い目は、誰もが何かを隠しているように見えるその場の空気を読み取り、真実を暴くための手がかりを探し始めた。舞踏会の夜、館内は警察の捜査が進行する中で緊張感が漂っていた。アレックス・マーストンは、警察の協力を得てゲストたちに対する聞き取り調査を始めた。彼はその中でも、特に目立った人物や怪しい動きをしていた者たちに注目していた。昨夜の10時頃、どこにいたか覚えていますか？アレックスは、貴婦人や紳士たち一人一人に質問を投げかけた。多くの人々が、自分の無実を証明するために必死にアリバイを説明するが、その中にはいくつかの矛盾点が含まれていた。特に、若い詩人のエドワードが彼の興味を引いた。エドワードは、事件の話題に妙に興奮しており、自ら積極的に情報を提供してきた。彼は、
自分がエメラルドの涙を初めて見た瞬間の感動を詳細に語り、その後の停電時には他のゲストたちと一緒にホールにいたと主張した。しかし、アレックスは彼の話にどこか引っかかりを感じていた。さらに、ある貴族夫人は、事件の直前に何者かが館の裏庭から逃げるのを見たと証言した。その人物は背が高く、黒いコートを羽織っていたという。この証言は、ゲストの一人である画家のリチャードに疑いを向けさせる要因となった。アレックスは、リチャードのアリバイを確認するために彼に直接話を聞くことにした。リチャードはその晩、別のゲストと会話を楽しんでいたと主張し、アリバイを立てる証拠として絵のスケッチを見せた。そのスケッチには、舞踏会の様子が詳細に描かれており、彼がその場にいたことを証明するものであった。ゲストたちの証言を集める中で、アレックスはある共通点に気づき始めた。それは、誰もが何かしらの理由で事件に関わりたくないという態度を見せていることだった。この謎めいた態度が、彼にさらなる興味と疑念を抱かせた。アレックスはゲストたちのアリバイを整理し、次にレディ・ブラックウッド自身の過去を調査することにした。彼女の経歴は華々しく、名門貴族の出身であることが知られていたが、彼女が抱えていた問題はそれだけではなかった。アレックスは、かつての彼女の旧友や昔の従業員たちに話を聞き、その背後にある暗い過去を掘り下げていった。彼女の旧友であるルイーズ夫人は、かつてレディ・ブラックウッドが大きな借金を抱えていたことを明かした。その借金は彼女の家族の財産を守るために密かに行われた投資に関連していたが、失敗に終わっていたという。レディ・ブラックウッドはその後、家族の名誉を守るために必死に働き、最終的には財産を取り戻すことに成功したが、その過程で多くの苦労を経験していた。さらに、彼女の元従業員であるメイドのエミリは、レディ・ブラックウッドがかつてエメラルドの涙をめぐって騒動を起こしたことがあると証言した。その宝石は彼女にとって特別な意味を持ち、彼女の家族の象徴とも言えるものであった。エミリーは、その宝石が彼女の唯一の希望であり、家族の再興のための重要な存在だったと語った。アレックスは、レディ・ブラックウッドの過去が今回の事件と密接に関係していることを感じ取った。彼女の過去の苦悩とエメラルドの涙に対する執着心が、何らかの形で事件に影響を与えたのではないかと推測した。また、彼女がこれまでにどれだけの秘密を抱えてきたかが、徐々に明らかになってきた。彼はさらに調査を進めるため、レディ・ブラックウッドに直接話を聞くことを決意した。彼女の過去の出来事について、彼女自身からの言葉を聞くことで、事件の真相に近づけるかもしれない。アレックスは、彼女の言葉と態度から真実を引き出そうと考えた。アレックスはレディ・ブラックウッドとの面会を終え、彼女の言葉に不信感を抱きつつも、さらなる調査を進めた。彼は事件の核心に近づくにつれて、信頼していた者たちの中に裏切り者がいるのではないかという疑念を抱き始めた。その中でも特に、彼の助手であるジェームズが最近の行動に不自然な点があることに気づいた。ジェームズはアレックスの調査に協力的であり、彼の右腕とも言える存在だった。しかし、事件が進展するにつれ、彼の行動がどこかしら曖昧であり、隠し事があるように感じられた。アレックスはジェームズに直接問いただすことにした。ジェームズ、君は何かを隠しているんじゃないか。アレックスは冷静に問いかけた。ジェームズは一瞬の沈黙の後、重い口を開いた。実は、私には借金があるんです。彼の告白は驚きだった。ジェームズは、かつて賭け事に手を染め、その結果多額の借金を背負っていた。そのため、彼はエメラルドの涙を盗む計画に参加するよう脅されていたのだ。
ジェームズは脅迫者の名前を明かし、彼が黒幕であることを告白した。その人物は館の出入り業者であるジョン・コリンズであり、彼はかつてレディ・ブラックウッドと近しい関係にあった。彼はレディ・ブラックウッドの過去の秘密を知っており、それを利用して彼女を脅迫しようとしていた。アレックスは、ジョン・コリンズの背後に潜む陰謀を明らかにするために、彼に接触することを決意した。ジェームズの裏切りによって、アレックスは事件の真相に一歩近づいた。彼はこの事件が単なる盗難事件ではなく、複雑な人間関係と過去の罪が絡み合ったものであることを理解し始めた。すべてのピースが揃いつつある中、アレックスは最後の真実を暴き出すために動き出した。彼はレディ・ブラックウッドとジョン・コリンズの対決が避けられないことを悟り、その場に立ち会う覚悟を決めた。アレックスはレディ・ブラックウッドとジョン・コリンズの対決の場を設けた。館の静かな一室で、彼らは向き合い、その間には張り詰めた緊張感が漂っていた。ジョン・コリンズは冷笑を浮かべ、レディ・ブラックウッドの過去を暴露する準備ができていることを暗示した。あなたがこれまで隠してきた真実を、すべて公にすることができるんですよ。ジョンは冷ややかに言い放った。レディ・ブラックウッドは静かにうなずき、彼女の顔には決意が浮かんでいた。それがあなたの望みなら、私も隠すつもりはないわ。彼女は、過去の借金問題やエメラルドの涙の真の価値について、自らの口で語り始めた。その言葉には、自身の過ちを認める覚悟と、名誉を守るために行った行動への後悔が込められていた。ジョン・コリンズは彼女の告白を聞き、最初は勝ち誇った表情を浮かべていたが、次第にその笑みは消えていった。アレックスは、彼がただの悪党ではなく、かつてレディ・ブラックウッドに対して抱いていた感情が未だに残っていることを見抜いた。それ以上は言わないでくれ。ジョンは最後に静かに言った。彼はレディ・ブラックウッドを脅すことで、自らの存在意義を確認しようとしていたのだろう。しかし、彼女の正直な告白は彼に思いがけない感情を呼び起こした。アレックスはこの瞬間が、すべてを終わらせる時だと感じた。彼はジョンに対して法の裁きを求めるのではなく、静かに立ち去ることを勧めた。ジョンは一瞬逡巡した後、黙ってその場を後にした。レディ・ブラックウッドは事件の真相が公にされないことに安堵の表情を浮かべたが、その瞳には深い悲しみが残っていた。彼女の過去の秘密は明るみに出ることなく、彼女自身もその重荷を背負い続けることとなった。アレックスは館を後にする際、彼女に一言だけ告げた。過去は変えられませんが、未来はあなた次第です。彼女はその言葉に静かにうなずき、新たな決意を胸に秘めた。消えた絵画と隠されたアトリエ。1930年代のパリ、ルイ・デュポンはその名を知られた著名な画家であり、彼の最新作は美術界で大きな注目を集めていた。展示会の前夜、デュポンは自らのアトリエにこもり、作品の最後の仕上げを行っていた。彼の手はささやかなタッチで絵筆を動かし、画布に生命を吹き込む。しかし、その表情には深い不安が浮かんでいた。本当にこれでいいのか？デュポンは独りごちた。彼は自身の創作に対する自信を失いかけていた。かつての情熱は薄れ、彼の中には空虚さだけが広がっていた。その原因は、度重なる展示会と世間の期待による重圧だった。彼はこの作品が最高傑作であることを願っていたが、どこか納得のいかない感覚に苛まれていた。夜が更けるにつれ、彼の不安はますます大きくなり、ついに彼は大胆な決断を下した。
作品を人目に触れさせたくないと感じたデュポンは、絵画をひっそりと隠すことにした。その行動が彼自身の救いになると信じていた。彼は慎重に絵画を包装し、アトリエの奥深くに隠した。翌朝、デュポンは通常通り展示会の準備に出かけた。彼の行動は冷静そのもので、誰も彼の内心の動揺に気づかなかった。しかし、彼の心には一つの決意があった。自らの作品を再び取り戻すため、彼は新たなインスピレーションを探す旅に出るつもりだった。展示会が始まるその瞬間まで、誰もが彼の最高傑作を期待していたが、絵画は会場に現れなかった。美術館は混乱に陥り、デュポンの行方もようとして知れない。かくして、絵画が消えたというニュースがパリ中を駆け巡ることとなった。絵画が消えたという知らせが広がると、パリの美術館は一瞬で混乱の渦に巻き込まれた。警察が現場に急行し、展示会の開催が中止されると、館内は騒然となった。スタッフたちは慌てふためき、警備員たちは訪問客を厳重にチェックした。しかし、展示されるはずだった絵画、消えた絵画はどこにも見当たらなかった。この事件の捜査を依頼されたのは、冷静沈着で知られる女性探偵エリザベス・クロフォードだった。彼女は到着すると、すぐに美術館の関係者や警備員から事情を聞き始めた。エリザベスはその落ち着いた態度と鋭い洞察力で、周囲の状況を冷静に把握していった。絵画はどのように保管されていたのですか？彼女は美術館の館長に質問を投げかけた。館長は絵画が厳重に管理されていたと説明したが、その言葉にはどこか不安げな響きがあった。彼は絵画の失踪に責任を感じているようだった。エリザベスは次に、展示会の準備を手伝っていたスタッフに話を聞くことにした。彼らは一様に絵画が展示されることを期待していたが、誰もその行方を知らなかった。警備員の一人は、前夜に見慣れない人影を見たと証言したが、その人物の特徴を詳細に述べることはできなかった。それでは、当日の訪問者リストを見せていただけますか？エリザベスはリストを手に取り、入念に目を通した。そこには美術館の関係者や著名な芸術家たちの名前が並んでいた。特に気になるのは、絵画の作成者であるルイ・デュポンがその中に含まれていなかったことだった。彼は展示会の主役でありながら、姿を消していた。彼女は現場を調査し続ける中で、デュポンの自宅にも目を向けることにした。彼の行方不明が事件と何らかの関係があると考えたからだ。エリザベスは事件の謎を解明するため、さらなる調査を進める決意を固めた。館内の混乱とスタッフの証言が交錯する中、エリザベスはこの事件の裏に何か大きな秘密が隠されていることを感じ取った。彼女は冷静な視点で全てを見渡し、絵画が消えた真相を探るべく動き出した。エリザベス・クロフォードは、絵画が消えた謎を解明するために、美術館関係者の証言を集めることにした。彼女はまず、美術館の館長オーギュスト・ルバンと面会した。ルバンは非常に動揺しており、事件の発生を深く悔いていた。デュポン氏とはどのような関係だったのですか？エリザベスは慎重に質問を投げかけた。ルバンは彼とデュポンの間には友好的な関係があったと答えたが、その表情には一抹の不安が漂っていた。彼はデュポンの作品が展示会の目玉であり、その成功が美術館にとって非常に重要であったことを強調した。次に、彼女は展示会の準備に関わったキュレーター、マリー・デュランに話を聞いた。マリーは、デュポンが展示会に参加することに最後まで迷っていたと証言した。彼は作品に対する評価に非常に敏感で、他人の評価を恐れていたという。マリーはデュポンの繊細な一面を知っており、
彼が何かに悩んでいる様子を感じ取っていた。彼は私たちにとても厳しかったわ。彼の作品に対する情熱は本物だったけれど、それが彼自身を追い詰めていたのかもしれない。マリーの言葉は、デュポンが作品を隠した理由の一端を示唆していた。エリザベスはまた、美術館の警備員、フィリップ・ブランに話を聞いた。彼は絵画が展示される前夜に不審な影を見たと証言した。影はアトリエの方向から出てきたようで、すぐに消えてしまったという。フィリップはその影がデュポン本人だった可能性を示唆したが、確証はなかった。それが本当にデュポンさんだったのか、確かめる術はありませんが、彼が何かに悩んでいるように見えました。フィリップの証言は、デュポンが自らの手で絵画を隠した可能性を強く示していた。これらの証言をまとめたエリザベスは、事件の核心に迫っていることを感じた。デュポンがなぜ作品を隠したのか、その真意を知るためには彼の心の内を探る必要があった。エリザベスは次に、デュポンの個人的な記録や手紙を調査することを決意した。彼女はこの事件が単なる盗難事件ではなく、芸術家の内なる葛藤と密接に関係していることを理解し始めた。絵画の行方とデュポンの行動の謎を解明するため、彼女は次の一手を考えた。エリザベス・クロフォードは、美術館関係者の証言から、ルイ・デュポンが絵画を隠した可能性が高いことを確信した。彼の行動には何か隠された意図があると感じた彼女は、次に彼の自宅を調査することに決めた。デュポンのアトリエには、彼の創作活動の秘密が隠されているかもしれない。デュポンの自宅は、パリの静かな住宅街に佇んでいた。エリザベスは、彼の家政婦であるマダム・ルノーから家の鍵を借り、慎重に中へと入っていった。家の中は美術作品と古い家具で埋め尽くされており、彼の芸術的な感性が感じられる空間だった。彼女はデュポンのアトリエを探し出し、その中に足を踏み入れた。アトリエには、未完成のキャンバスや絵の具が散らばっており、彼の創作の痕跡が残されていた。しかし、肝心の消えた絵画は見当たらなかった。エリザベスはさらに調査を進める中で、アトリエの壁にかけられた大きな絵が一枚、他の作品とは異なることに気づいた。これは、隠し扉。彼女はその絵を慎重に動かし、壁に隠された小さな扉を発見した。扉を開けると、その先には地下へと続く階段が現れた。エリザベスは迷わず階段を降りていき、地下に隠された秘密のアトリエへと足を踏み入れた。そこにはデュポンの作品が数多く保管されており、彼の未発表の作品やスケッチが並べられていた。そして、エリザベスの目に飛び込んできたのは、盗まれたとされる絵画、消えた絵画、だった。彼女はその作品の前で立ち止まり、デュポンがこのアトリエに全てを隠した理由を理解し始めた。彼女は地下アトリエに残されていた日記を開き、デュポンの内面に迫った。日記には彼の創作への苦悩とプレッシャーが詳細に書かれており、彼が展示会のプレッシャーに耐えられなかったことが記されていた。彼は作品が世間にさらされることを恐れ、自らの手で隠すことを選んだのだった。エリザベスは、彼の行動の背景には、芸術家としての自己の追求と限界に対する恐怖があったことを理解した。彼は再びインスピレーションを得るための時間を稼ぐために、絵画を隠すという極端な手段を取ったのだ。エリザベスはデュポンの心情を理解しつつも、彼にこの事実を公にするよう促す必要があると感じた。彼の苦悩とともに、新たな創作の道を歩むための第一歩を踏み出す時が来たのだ。エリザベス・クロフォードは、地下アトリエで見つけた証拠を持ち、ルイ・デュポンと直接対面することにした。彼は事件が公になることを恐れ、隠れ家に身を潜めていた。彼女は彼の所在を突き止め、
彼の元へ向かった。デュポンは静かなアパートの一室に佇んでいた。彼は彼女の訪問を予感していたかのように、沈んだ表情で迎えた。エリザベスは彼の前に座り、静かに話し始めた。あなたが隠した作品を見つけました。そして、日記も。彼女の言葉に、デュポンは肩を落とし、深いため息をついた。彼はもう隠しきれないと悟り、自らの行動について語り始めた。私は、あの作品が人々の目にさらされることを恐れていたのです。自分の限界を感じていました。あれが最高傑作でなければ、私はもう描けなくなると思ったんです。彼の言葉には、芸術家としての苦悩と恐れが滲んでいた。彼は創作の過程で自分を追い詰め、ついにはその重圧に耐えられなくなったのだ。エリザベスは彼の言葉を静かに聞き、彼が自身の内面と戦い続けていたことを理解した。彼女は優しく微笑み、デュポンに問いかけた。あなたの才能はまだ尽きていないと思います。でも、その才能を再び発揮するためには、今ここで一歩を踏み出す必要があるのでは。彼女の言葉にデュポンは目を閉じ、しばらくの間沈黙した。そして、彼は静かにうなずいた。そうですね。私はもう一度、描いてみます。彼の声には決意が込められていた。エリザベスは彼に対して、彼が新たな道を歩むための支援を約束した。彼女は美術館と協力し、デュポンの作品が再び世に出るための展示会を計画することを提案した。デュポンは彼女の提案を受け入れ、自らの作品を公にすることを決意した。彼の過去の苦悩と葛藤は、彼の新たな創作への原動力となるだろう。エリザベスは彼に対して、未来への希望と励ましの言葉を送った。こうして、事件は解決を迎えた。デュポンは再び筆を取ることを決意し、エリザベスの支援の下で新たな作品に挑むことになった。彼の芸術家としての再出発を見届けるため、多くの人々が集まる日が来るだろう。エリザベスは、その瞬間が彼にとって新たな始まりとなることを願っていた。夜空に消えたオペラ歌手。1925年、大晦日の夜、パリのオペラハウスは、年末の特別公演を楽しむために多くの観客で溢れていた。豪華な舞台と華やかな衣装に身を包んだ出演者たちは、熱気に包まれた会場で最後のリハーサルを終えた。この夜の主役は、天才オペラ歌手、アデリーヌ・ボーモン。彼女の美しい歌声は多くの人々を魅了し、彼女の出演を楽しみにしているファンが詰めかけていた。しかし、公演が始まる直前、事件は起こった。舞台の幕が上がる数分前、アデリーヌが突然姿を消したのだ。控え室には彼女の姿がなく、スタッフたちは慌てて彼女を探し回った。彼女が見つからないまま、公演は中止を余儀なくされ、オペラハウスは一瞬で混乱に陥った。観客席には不安と動揺が広がり、舞台裏では出演者たちが騒然とする。スタッフたちは急いで警察に連絡し、事件の捜査が開始された。この状況を収拾するために呼ばれたのが、パリの名探偵、ルーカス・ドレイクだった。ルーカスは現場に到着し、状況を冷静に分析し始めた。彼はアデリーヌが意図的に失踪した可能性を考え、オペラハウスの関係者全員から話を聞くことに決めた。彼女が舞台に立つ直前に何が起こったのか、そして彼女の身に何が起こったのかを解明するために、ルーカスの目は鋭く、彼の冷静な態度が混乱する場を引き締めた。彼はアデリーヌの控え室を調べ、彼女の私物や手紙を確認しながら、失踪の手がかりを探し出そうとした。彼の中には、
この事件が単なる失踪ではなく、もっと深い闇が潜んでいるのではないかという疑念が生まれていた。オペラハウスの華やかな幕の裏には、隠された真実が眠っていた。ルーカスはその真実を暴くため、鋭い観察力と巧妙な推理力で事件に立ち向かうことを決意した。アデリーヌ・ボーモンの失踪事件が発覚し、パリのオペラハウスは依然として混乱の中にあった。ルーカス・ドレイクは現場に到着すると、まず彼女の控え室を詳しく調査することにした。控え室には彼女の衣装や私物がそのまま残されており、特に異常は見当たらなかった。しかし、彼の鋭い目は、机の上に置かれた一通の手紙に注目した。ルーカス、この手紙は？彼の助手であるアリスが問いかけると、ルーカスは手紙を読み始めた。手紙には、アデリーヌに対する何者かの脅迫めいた内容が記されていた。彼女が公演に参加することを阻止するような文言が書かれており、彼女が何かに怯えていた可能性が示唆された。ルーカスは次に、オペラハウスのスタッフや出演者たちから話を聞くことにした。彼はそれぞれの人物がアデリーヌとの関係や当日の行動について証言する中で、事件に関する情報を整理していった。特に、オペラハウスのマネージャーであるモーリス・ルフェーブルが怪しいと感じた。彼はアデリーヌの失踪に対して異常なほど冷静であり、彼女の行動についてもあまり関心がない様子だった。彼女が消えた時、あなたはどこにいましたか？ルーカスは鋭く質問した。モーリスは舞台裏でスタッフと打ち合わせをしていたと答えたが、その証言には微妙な違和感があった。彼の話に裏付けが取れない部分があり、ルーカスは彼の動きを注視することにした。また、アデリーヌの親しい友人であり、同じく出演者であるマルグリット・デュポンも重要な証言を提供した。彼女は、アデリーヌが最近誰かから脅迫を受けていることを知っていたが、その相手については口をつぐんだ。マルグリットは彼女を守りたいという思いが強く、ルーカスに何も告げないままその場を去ろうとした。ルーカスはその場での調査を終え、次にオペラハウスの舞台裏や通路の隅々までを調べることに決めた。彼は、アデリーヌが何らかの理由で隠れている可能性を考え、オペラハウスのすべての隅々を調べるつもりだった。彼の直感は、事件の背後にある陰謀を示しているように感じた。その夜、ルーカスは一人でオペラハウスの暗い廊下を歩きながら、事件の真相に迫ろうとしていた。彼の探偵としての鋭い感覚が、彼を真実へと導くのか、それともさらなる謎を生み出すのか、彼はまだその答えを見つけることができずにいた。ルーカス・ドレイクはオペラハウスの中を徹底的に調査し、関係者たちから証言を集めることに注力した。彼はアデリーヌ・ボーモンの失踪事件の背後に何か大きな陰謀が隠されていると感じていた。この日、彼はさらに多くの情報を収集するため、オペラハウスの出演者やスタッフに再度話を聞くことにした。まず、ルーカスは舞台監督のクロード・マルティネに会った。クロードは舞台の運営に長けており、アデリーヌの失踪について詳しく話してくれた。彼女はとてもプロフェッショナルでした。突然消えるなんて考えられません。クロードの言葉には彼女に対する尊敬が感じられた。しかし、彼はアデリーヌが最近のリハーサルで不安定な様子を見せていたことも認めた。彼女は何かに怯えているようでした。誰かに監視されていると言っていたこともあります。クロードの証言は、彼女が脅迫されていた可能性を裏付けるものだった。ルーカスはこの情報をもとに、さらに深く調査を進めることにした。次に、彼は衣装係のシモーヌ・デュボアと話をした。シモーヌは、アデリーヌの衣装を担当しており、彼女と密接に関わっていた。彼女は舞台に立つ前に、
何かを話したそうにしていました。けれど、最後には何も言わなかったんです。シモーヌは悲しげに語った。彼女もまた、アデリーヌが何か重大な問題を抱えていると感じていた。さらに、ルーカスはオペラハウスの音響技師、ジャン・ルーシェとも話をした。ジャンは、舞台裏での会話や音の調整を担当しており、事件当日の状況を詳しく知っていた。彼は、リハーサル中にアデリーヌが誰かと電話で話していたことを思い出した。彼女は電話で誰かと口論していたようです。内容は聞き取れませんでしたが、かなり激しかったように見えました。ジャンの証言は、アデリーヌが何らかのトラブルに巻き込まれていたことを示していた。これらの証言をもとに、ルーカスは剣の背後に複雑な人間関係が絡んでいることを理解した。彼は特にオペラハウスのマネージャー、モーリス・ルフェーブルに対して疑念を抱いていた。彼の冷淡な態度とアデリーヌへの無関心が、彼の本心を隠しているように感じられたからだ。ルーカスは次に、アデリーヌの過去を探ることに決めた。彼女がなぜ失踪したのか、その理由を解明するためには、彼女の背景や過去の出来事を調査する必要があった。オペラハウスの闇に潜む真実を明らかにするため、彼の探偵としての旅は続く。ルーカス・ドレイクは、アデリーヌ・ボーモンの過去に何か重大な秘密が隠されていると確信し、彼女の個人的な記録を調査することに決めた。彼はアデリーヌの住居に向かい、彼女の部屋を詳しく調査することにした。彼女の部屋はシンプルながらも上品な装飾が施されており、彼女の繊細な性格が反映されているようだった。ルーカスは、彼女のデスクから数冊の手帳と手紙の束を見つけた。彼はそれらを注意深く調べ始め、彼女が過去に経験した出来事や感情の記録に目を通した。その中で、特に目を引いたのは、数年前に起こったある事件に関する記述だった。アデリーヌは、数年前にある音楽プロデューサーとのトラブルに巻き込まれていた。そのプロデューサーは彼女に対して不当な要求をし、彼女がそれを拒否すると脅迫を始めたという。この出来事は彼女の心に深い傷を残し、彼女はそのプロデューサーとの関係を断ち切るために舞台を降りる決断をした。ルーカスはさらに調査を進める中で、アデリーヌがそのプロデューサーに再び脅迫されていたことを知った。手帳には、最近再び彼からの脅迫があったことが書かれており、彼女が恐怖に怯えていた様子が伺えた。彼女が失踪した理由は、彼女自身を守るためだったのかもしれない。また、彼はアデリーヌの知人たちからも情報を集めた。特に彼女の親友であるカトリーヌ・ルボアが、彼女の心境について語ってくれた。アデリーヌは、とても繊細で、常に自分のキャリアとプライベートの間で葛藤していました。カトリーヌは、彼女が再び脅迫を受けたことを知っており、彼女がその状況から逃れるために失踪を計画した可能性を示唆した。ルーカスは、アデリーヌがオペラハウスから逃げるために計画的に行動したのではないかと考え始めた。彼女の住居の近くには、かつて彼女が隠れていた古い友人の家があった。彼はその場所を訪れ、彼女の居場所についての手がかりを探した。そこで彼は、友人からアデリーヌがオペラハウスの地下にある秘密の通路を使って逃げた可能性を聞き出した。その通路は、かつてスタッフの間で秘密裏に使われていたもので、外部の人間には知られていない場所だった。ルーカスは、その通路が事件の解決につながる重要な手がかりであると確信した。彼はオペラハウスに戻り、その通路を調査することに決めた。アデリーヌが姿を消した理由と、彼女がどこにいるのか、その答えを見つけるために、ルーカスは真実に迫るため、オペラハウスの闇に隠された秘密を暴く覚悟を決めた。ルーカス・ドレイクは、
オペラハウスの地下に隠された秘密の通路がアデリーヌ・ボーモンの失踪に関わっていると確信し、早速その通路を調査することにした。彼は、アデリーヌがその通路を使って逃げたのだと考え、その先に彼女の居場所があると推測した。オペラハウスの管理者からの許可を得て、ルーカスはその通路に向かった。暗い地下通路は長い間使用されていなかったため、埃にまみれていた。彼は慎重に進みながら、周囲を観察していた。その先に隠された何かがあることを期待しつつ、しばらく進んだ先で、ルーカスは小さな部屋にたどり着いた。その部屋は一見何の変哲もない場所だったが、彼はその奥に隠し扉があることに気づいた。扉を開けると、そこにはアデリーヌがいた。彼女は疲れた表情で座っており、彼が現れたことに驚きの表情を浮かべた。アデリーヌ、あなたは安全です。もう心配する必要はありません。ルーカスは優しく声をかけた。アデリーヌは一瞬の沈黙の後、彼に全てを打ち明けることを決意した。彼女は、自分が再び脅迫を受けていたことを告白した。その脅迫者は、オペラハウスのマネージャーであるモーリス・ルフェーブルだった。モーリスは彼女の過去を知っており、その情報を利用して彼女を脅し、自分の地位を強化しようとしていたのだ。アデリーヌはその脅しに耐えられず、オペラハウスから逃げ出すことを決意したという。彼は私に過去のスキャンダルを公にすると脅しました。私はもう彼に従うしかなかったのです。彼女の言葉には絶望が込められていた。ルーカスは彼女の苦しみを理解し、彼女を守ることを約束した。ルーカスはすぐに警察に連絡し、モーリス・ルフェーブルを逮捕するための手配を進めた。彼はオペラハウスの闇を暴くため、事件のすべての証拠を集め、モーリスの悪事を明らかにした。モーリスは彼の立場を利用してアデリーヌを操ろうとしていたが、彼の計画はルーカスによって阻止された。事件は無事に解決し、アデリーヌは再び自由の身となった。彼女はルーカスの助けによって、再び舞台に立つことを決意した。彼女の才能はまだ失われておらず、彼女は自分自身の力で新たな道を切り開く覚悟を決めた。ルーカスは、彼女が新しいスタートを切るために全力でサポートすることを約束した。彼はアデリーヌの苦しみを理解し、彼女の未来を応援することに喜びを感じた。こうして、オペラハウスの闇は晴れ、彼女は新たな光を見つけることができた。